フライト中の機内から撮影されたという映像。ジャングル上空を飛んでいるのがわかりますが、次の瞬間、なんと航空機の左側を何らかの物体が横切ります。スローで確認してみると、丸みを帯びた円盤型のボディが確認できますね。上下で色が分かれていて、上の部分はメタリックな質感まで伝わってきます。これは去年5月に南米コロンビアのアンティオキア上空で撮影されたもので、セスナ機に乗っていた副操縦士が上空に漂う不気味な物体に気づき、とっさにカメラを回したといいます。この姿形、基地の航空機とは似つかない、まさに未来的な航空機という印象を受けますよね。左右に伸びるのは羽だと思いますが、全体的に丸みを帯びているのもわかります。この動画が SNS にアップされると、よく発見できたなと称賛の声が相次いでいました。確かにこのスピードでよく撮影できましたよね。僕だったら速すぎて絶対見落としています。と同時に、もしかしたら世界中の空には私たちが気づいていないだけで、このような謎の飛行物体がうようよしているのかもしれませんね。航空機を横切った謎の物体、果たしてその正体は。どうも皆さん、オカルト楽しんでますか？黒猫です。今回は世界中で撮影された未確認飛行物体映像をご紹介していきます。久しぶりの UFO 特集です。一体どんな映像が集まったのか、特にラストの映像は興味深いので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは一緒に探求していきましょう。次々と落下する光の粒。夜の川沿いで撮影されたという映像。月や街灯などが眩しく光っているのが確認できますが、アングルが上空に切り替わると、なんと複数の光の粒が上空から落ちてくるのがわかります。光の粒はそのまま川に吸い込まれるようにして消えていきます。この謎の光の粒はこの後も途切れることなく落下し、川の中に次々と消えていきました。この映像が SNS にアップされると、軍に撃ち落とされた UFO だと話題になったといいます。確かにこんな量の光が川の中に消えていったら、そう思うのも無理はありません。結局この光の粒が何なのかは不明なんですが、航空ショーをしていたドローンが制御不能になったのではないかとする声が比較的多く投稿されていました。皆さんはこの映像どう思いますか？上空の映像にはこの光の粒よりさらに眩しい大きな光が複数浮遊しているのも確認できます。母船から放たれた未確認飛行物体なのか、川に落下する複数の謎の光。果たしてその正体は。滞空し続ける謎の雲。海上を航空機から撮影したという映像。航空機から出る飛行機雲らしきものが映っていますが、何か様子がおかしいのがわかります。なんと飛行機雲は上空にとどまり続け、海面まで伸びているようにも見えます。まるで雲のカーテンといった感じです。この映像の詳しい出典は不明なんですが、 SNS に投稿されたタイトルには、船の位置を変えるための煙幕作戦の疑いのある古い映像と記載されていました。この映像を見た視聴者からは、ケムトレイルではないかと多くの声が寄せられていました。ケムトレイルとは、航空機から空中に散布された有害な化学物質を含む飛行機雲のことで、政府が秘密裏に実施している科学実験と言われています。この映像の謎の飛行機雲もケムトレイルなのか、もしかすると当時海上の船の姿を隠すため、このような煙幕作戦が行われていたかもしれませんが、こういう空中に対空する技術がケムトレイルの技術につながっているのかもしれませんね。中には CG を疑う人もいましたが、見た感じ CG ではなさそうな印象です。海上に対空する謎の飛行機雲、その正体は果たして。海上でうごめく。海岸から海を撮影したという映像。ビーチからさらに離れた沖合に何やら飛行物体が浮いているのが確認できます。すると次の瞬間、なんと発光物体がゆっくりと動き始め、海面から浮上した後、
画面右側に飛び去っていきます。飛び去っていく瞬間は光の尾を引いているようにも見えますね。この映像はイギリスのホワイト島に設置されたライブカメラが撮影したもので、 SNS に投稿されると UFO の基地が海面に実在したと話題になったといいます。確かに海面にある基地から UFO が飛び立っていくようにも見えますね。ただ寄せられたコメントの中にはロケットやミサイルではないかとする懐疑的な声もありました。この光る物体をよく見てみると横に長い円盤型の物体にも見えますね。ただ飛び去っていく瞬間は円盤型というよりかは前方の強い光が光の尾を引いているようにも見えます。もちろん CG 説も否定できませんが、とても神秘的な映像ですよね。ホワイト島では以前謎の金属製のモノリスが発見されていて、その関連を疑う声もありました。ホワイト島の海岸に現れた謎の飛行物体、果たしてその真相は。緑色に発光する街中の上空を夜に撮影したという映像。緑色に発光する謎の飛行物体の姿を捉えています。円盤型の飛行物体の周りには緑色に発光する光が無数についているのがわかります。こちらは別の地点からの映像。女性が猫と戯れていますが、その上空には先ほどの緑色の発光物体が確認できます。この映像では緑色の光が点滅しているようにも見えますね。この映像は今年の5月にイランのテヘランの上空で撮影されたもので、 SNS に投稿されると UFO だと物議を醸したといいます。確かにこれほどはっきりとした巨大な UFO が街中に現れたら騒然とするに違いありません。ただ懐疑的な声ももちろんあり、 CG ではないかドローンではないかというコメントも寄せられていました。確かに映像を見ると CG 説を完全に否定できない気がします。調べてみるとこの映像は当時少なくとも4カ所以上で撮影され、地元の人々は中東情勢のさらなる悪化を懸念しているといいます。夜空に現れた緑に発光する謎の飛行物体、果たしてその真相は。緑色に発光する。こちらも街中の夜空を撮影したという映像。先ほどのイランの映像と同じように緑色に発光する飛行物体を捉えています。少し画質は悪いですが、確かに緑色に発光する飛行物体が上空に浮いているのがわかりますね。実はこの飛行物体、別の場所からも撮影されているんですが、この映像ではなんと緑色の光がそれぞれバラバラに飛行しているのがわかります。確かに緑色の光が不規則に並んでいますね。何かメッセージを伝えようとしているのか。この映像は今年8月にインドのチェンナイ上空で撮影されたもので、 SNS に投稿されると非常に興味深い映像だと話題に。中には自分も同じ光を目撃したとさらなる目撃情報もコメントに寄せられていました。確かに先ほどのイランの映像と比較するとより CG 感が薄い気がしますね。インドでは UFO の目撃情報がたびたび報告されていて、去年11月には北東部にあるインパール国際空港で UFO が目撃され、戦闘機2機が緊急発進。空港業務が3時間にわたり中断しましたが、結局 UFO の正体は判明していないといいます。空港業務に支障が出るほど UFO が身近な存在になりつつあるのか。果たしてこの緑色の飛行物体の正体は。自撮りに成功。中年男性が写るある画像。男性の驚いたような表情が確認できますが、その上空に不可解なものが。なんと球体型の物体が宙に浮いているのが確認できます。下の方には黄色に発光する光が複数ついているのがわかりますね。画像なのでその大きさの推測がしづらいんですが、飛行物体の高度は男性からそれほど離れていないようにも見えます。この画像はブラジルの国立公園で撮影されたもので、撮影者の男性は空飛ぶ円盤と自撮り写真に成功したと語っていたといいます。またこの男性は UFO 単体の撮影にも成功していて、自家用車の真上に謎の飛行物体が現れ、エンジンが突如停止してしまったとか。その後車のボンネットを開けるとエンジンが全て焼き付いていたんだとか。
この画像がネット上に公開されると加工した映像ではないか、風に流されたランタンではないかなど懐疑的なコメントも寄せられたそうです。確かにちょっと信憑性が疑われる気もしますが、実際に謎の飛行物体の撮影に成功しているので完全に否定もできないと思います。男性が自撮りに成功したという UFO。果たしてその真相は？低空飛行する光の球体。海外の平原を撮影したという映像。画面中央に白く発光する飛行物体を捉えています。ピントが合うとその全貌が明らかに。なんと眩しく光る球体がホバリングするかのように平原をゆっくりと右側に向かって飛行しているのが確認できます。画面奥側にも光を複数確認できるんですが、全く動いていないため街灯や住宅地などの光だと推測できます。この光の球体はこの後もゆっくりとホバリングを続けながら時折さらに強く発光します。まさに未知との遭遇な瞬間に撮影者はあの口笛を。この動く光の球体は一体何なのか。これはロシアで撮影された映像で SNS に投稿されると、地球外からの死者だ、軍の最新兵器だと様々な意見が寄せられていました。確かにこんなのに間近に遭遇したらそう思いたくなるのは必然です。ドローンではないかとする懐疑的な声もありましたが、皆さんはどう思いますか？確かにドローンの可能性もゼロではありませんが、光が強すぎるのも気になります。ロシアの平原に現れたという謎の球体。果たしてその真相は？ということで今回は世界中で撮影された未確認飛行物体映像をご紹介しました。久しぶりの UFO 特集、あなたの目にはどう映りましたか？ぜひコメントで教えてください。また少しでも面白いと思ったら高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知ボタンをポチッとよろしくお願いします。動画制作の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。Have a nice mystery!